世界の皆さんこんにちは、ゴッツボックスです。今日の動画はですね、前回のコメントでもいただいたんですが、ゴッツボックスルームのゴジラフィギュアが総額でいくらになるのかっていうような、ご質問をね、前回の動画のコメントでも以前のね動画のコメントでも、結構いただいていましたので、僕自身もね結構気になってはいたんですよ。いくら使ったのかっていうのは僕自身もね計算してなかったし、このフィギュアを売る気っていうのはもう全くないんですが、このゴジラフィギュアが総額でいくらぐらいになるのかなっていうのを、今日は計算していこうと思います。それではね早速計算していきたいと思います。はい、ということでこれらのねゴジラフィギュアを計算していくんですけど、今回はメルカリの直近でだいたいいくらぐらいで売れたかっていうのをざっくり計算いたします。でこういう、ガチャとか、あとは指人形とか、そういったちっちゃいものはちょっと今回省いて、大きいものとか、あとは、こういうね可動フィギュアとか、はい、そういったのを、ざっくり計算していこうと思います。じゃあ早速ねやっていくんですけど、ショーケースの外からもうどんどんねこうやってメルカリで、検索して、売り切れのみっていう検索のフィルターかけて、で直近でだいたいいくらぐらいで売れてるかっていうね、数百円みたいなのちょっと端数はもうはしょりますけど、だいたいこういうの見てねどのくらいで売れてるのかっていうのをどんどんねこう開いて、こうやってスクショしてね取りためてって、後で、全部計算します。最初から計算機こうパン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 打っていくと途中で消えちゃったり間違えたりするのも嫌なんで、とりあえず今回は、このね商品ページ、取引のページを見つけて、とりあえずこうやってカシャッとねスクショ取って、後から全部、足していこうと思います。結構気遠くなる作業ですけど、はい、頑張って計算していきたいと思います。ちょっと今調べてたんですけど、この一番くじの怪獣惑星のフィリウスなんですけど、相場はめっちゃ安いです。僕すごい好きなんですけど、これ結構安かったんで買いかもしれないですね。結構安かったです。計算してるんですけど、一つ言い忘れたことがあって、僕見てわかる通りもう全部箱から出して飾ってるわけですよ。なんでね、新品未開封の金額とこうやって開けちゃってる金額っていうのは当然差があるとは思うんですけど、もう今回その開いてる開いてないっていうのを調べるのがちょっと結構大変なので、今回はねそこら辺は気にせず直近の取引だけでいくらで売れてるかなっていうのだけ調べています。あくまでね参考程度に、必ずしも、そういった金額でこのねフィギュア全部売れるっていうわけではないよっていうねことだけちょっと、ご了承ください。あともう一個お伝えしなきゃいけないことがあって、メルカリで取引がないもの、珍しいのかなんかで、全然取引がないものに関しては、そういうのは Google とかでねこう検索して、だいたいいくらくらいかっていうのを調べて、それでもね金額ついてなかったら、定価で計算します。ネオプレイヤー1さんのこのゴジラカーなんですけど、過去の取引あんまないんですけど、ヤフオクで見たら4万円ぐらいで今入札途中っぽいですね。これやばいな。でももう本来は売ってほしくない
わけですよね。なんか本当に欲しい人がこうやって手に取って眺めてコレクションの一つにするっていうかさ、ネオプレイヤー1さんからするとこれで遊んでもいいわけだし、これをもう存分楽しんでほしいわけですよね。はい。でもとりあえずめっちゃ高かったです。でもこれ本当にいいよね。めっちゃ可愛い。だからこれで他のもね本当は欲しい。他の色も、去年のワンフェスで抽選が確かねあったんですよ。で僕それ抽選しようと思って整理券みたいのもらったわけですよ。で時間がね書いてあったから、整理券にその時間に行けばいいもんだと思って、いざそこの会場に行ったら、なんかウェブ上でね事前エントリーしなきゃいけない必要があったみたいで、もうまさかのなんかそういうボンミスで抽選すらできなかったっていうちょっと思い出があります。はい、それだけ。これ4万円ぐらいで今取引されてたんで、とりあえず4万円で書いときます。この一番上の段、ここだけ今ちょっと計算してみました。でここからねちょっとパパ進んでいこうと思います。2段目は毛圧なんだよな。毛圧は毛圧で一気に調べていった方がいいかな。今後これ6000円だ。これめっちゃ安い。いいね。こんぐらいで買えると助かりますよね。モンスター X も1万円ぐらいで売られてる。ガイガンは1万8000円ぐらいだ。今ねハイヤートイズこの段をね計算してるんですけど、やっぱハイヤー安い。9500円。エナージャイズドゴジラ結構安いなって。買いやすくて集めやすくていいですよね。これとか7500円とかで売れてるんで、集めやすいよね、これぐらいだと。はい、今このハイヤーの金額調べたんですけど、だいたい7000円とか、安いもので7000円ぐらいで、高いものでも1万2000円ぐらいだったんで、かなり集めやすい金額かと思います。この一番上の段をね計算し終わりました。で今2段目これやってるんですけど、この CCP なんですけど、これちょっと数が多すぎて調べるのめちゃくちゃ大変なんで、ほんとごめんなさい。ちょっと1個4000円でやらせてください。だいたい相場的にそのぐらいだと思うんで、1個4000円で計算したいと思います。はい、今ねやっと最後もうここだけになりました。モンスターアーツゴジラって検索して、上から順にねもう売れたものこうやってもうどんどんこうやってカシャカシャ取って、最後に、いくらになるかなっていうのを計算していきたいと思います。こうやって見てみるとなんかね前ほどやっぱりその相場が高くない気がするんですよ。そうなんかだいぶ落ち着いてきてる気がしますね。でこうやってパシャパシャ取っていって、持ってるよなってやつをパシャパシャ取ってくんですけど、どうなんだろう。でも想像よりもやっぱはるかに上に行くのか、そんなもんだよなっていうようなさ金額になるのか、そんなもんだよなって金額になりそうな気もするけど、でもそれでももうなんかすごい気がする。でこうやって今パシャパシャ取ってるんですけど、もしかしたら、抜けていて入ってないやつもいるかもしれないです、ね。でもざっくりどのくらいっていうのが分かればいいかなってなんとなく思ってるんで、あと少しでね終わりますので、もう少しだけね、お待ちください。はい、ということで、全部計算が終わりました。ちょっと自分でも結構低レベルかなと思います。こんな金額になってしまったっていうのにちょっと驚きです。で実際これね何回も言いますけど、僕のね持ってるコレクションっていうのはもう基本的に開封済みで
箱なしと考えてもらっていいので、当然ね今この計算で出た金額っていうのはつかないと思っています。この金額で、絶対必ずしも売れるっていうわけではないので、そこだけね、ご理解いただきたいと思います。結果発表いたします。このゴッツボックスルームの、ゴジラフィギュアを売ったらいくらになるのか、結果はちょっとやばいですよねいやすごいな。はい、ということで今回はこのゴッツボックスルームのゴジラフィギュア総額を計算してみました。結果としては自分でもかなり驚いてます。何回もね言うようだけど、必ずしもねそういった金額になるとかそういったことはないので、あくまで、参考程度に、お楽しみいただけたらいいなって思ってます。このコレクションって金額はどうこうじゃなくて、自分が実際ねやっぱ、かっこいいなって思うものをあくまで自分の手の届く範囲で、できてれば僕はそれで幸せだと思うんですよ。なんかこんだけ集めといて何言ってんだって思うかもしれないんだけど、人それぞれの楽しみ方があるんじゃないかなって、僕は思ってます。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。